こんにちは。今回はこんな感じで、ブランドプーリング、懐かしいですね。4年ぐらい前にね、動画を投稿したことがあるんですけれど、そちらの、編み方でこういうね、マフラーを編んでみようと思います。こんな感じですね。この糸は最近ダイソーさんで発売されているリサイクルポリエステル毛糸っていう、段染めの糸なんですけれど、ブランドプーリングが編めないかなと思って試してこんな感じで編むことができました。6色ね展開されているんですけれど、編めるやつと編めないやつもあるのかなと思うんですが、この色が、オリーブっていうね、色なんですけれど、このグリーンのところがねオリーブ色になってますね。オリーブ色がメインかなと思うんですけれど、こんな感じでブランドプーリングにしたらとても、ピンクの部分がね目立つかなと思います。可愛い編み地になったかなと思いますので、こちらの編み方の方を紹介していきます。材料です。今回はこちらダイソーさんで購入した新しい商品ですね。リサイクルポリエステル毛糸の、色の方がオリーブ、こちらを使おうと思います。この、リサイクルポリエステル毛糸は6色、展開されているんですけれど、その中からこちらの方を選びました。後ほど他の毛糸のものもちょっと検証したいと思います。そしてかぎ針の方は7号を使います。こちらに推奨されているのが7号というふうになっていますので、その通り使っていこうと思います。そして、マーカーの方も用意してください。そしたら、編み図でね説明していくんですけれど、まず毛糸をね選んでいかないといけないんですね。今回こちらを使った理由なんですけれど、色が割とこうはっきりしていますね。で、3色ピンクとオリーブとブルー系っていう形で3色の糸になっているのがこちらの方でわかると思います。出していきますね。ブランドプーリングが編める糸の条件として同じ配列で、規則正しく、糸がねこう出てくるというものが、あります。それと、長さの方ですね。一色の長さの方があまり長いものでない方がいいと思います。ソックヤンなんかは一つの、配色がとても長かったり、途中でつぶつぶになっていたりとこう同じパターンで繰り返されていないのでちょっと不向きかなと思います。でこちらの方はこれがブルーがあってオリーブ、そしてピンク、オリーブが来てブルーという形で繰り返されていますね。でこちらの、ブルー、次に出てきたブルーと最初のブルーの長さが一緒になっていないとダメなので、こういう形で見ていって、ここですね、ほぼ一緒ですね。こことここになっていますね。こういう形で同じパターンがずっと繰り返されている糸が、ブランドプーリングに適している糸というふうになりますね。これ以外にねこの2色を買ったんですね。こちらの方もねやってみたんですけれど、なんかね色が多いっていうのかな。で、色の変わり目がね分かりにくいような感じがしましたね。こういう感じで、グリーン系とグレー系が分かりにくいかなという感じがしました。この色的にはとても好きなので、やってみたんですけれど、こんな感じでなんとなく模様は出てきているのかなと思うんですけれど、途中で訳が分からなくなってしまったので、もうこれはこれでもうほどきますね。もし挑戦してみようと思われる方はこちらでもやれないことはないと思いますので、挑戦してみてください。私はもうこれは諦めます。もう一色こちらの色を買ったんですね。これがアッシュっていう形ですね。でこちらの方はまた色数も多いんですね。それと色の間隔がとても短いんですね。ここにブルーがあってグリーンがあって、紫がこんなに短いですね。そしてこの色もこんなに短くて、短い色がたくさんありますので、これもまたね編みにくいんですね。色が混乱してしまいますので、こちらの方もちょっと不向きかなと思います。なので今回はこちらの色で、やっていきたいと思います。これで編んだのがこんな感じになります。割と綺麗にね模様が出てるかなと思います。で、ブルーの糸のね間隔がとても長いんですけれど、この中でグラデーションになっているので、ブルーの中でも
模様が出ているのかなと思います。濃淡の模様が出ているので、はい、いい感じになるのかなと思います。はい、これで編んでいきたいと思います。編み図の方は編みながら同時進行していきたいと思います。試し編みをピンクから始めましたので、はい、ピンクからスタートしたいと思います。この辺り切っておきますね。どこからでもいいんですけれど、最初のこの糸ね、ここは全部の長さがないと思います。途中で切れてたりしていると思いますので、この最初の糸の次の色から始められたらいいと思います。はい、私はちょっと試し編みをピンクから始めましたので、ちょっと動画の関係上ピンクから始めていきます。糸の色具合をもう一度確認しておきます。ピンクがあって、オリーブがあって、そしてブルーがあって、ブルーね、ちょっとグラデーションになっていますけれど、ブルーがあって、ここからまたオリーブが始まって、次のピンクが出てくる。ここまでが1サイクルになりますので、ここまで一旦鎖編みを編んでいきます。結び目でもいいと思いますね。こんな感じでここまで編みますっていう印をつけておきます。はい、そしたらピンクがかぎ針にかかった状態にして結び目を作ります。はい、オリーブのところに針を当てて1回転させて、そして引き出した糸がピンクになるようにしてこのように結び目を作ります。はい、ここから先ほど、印をつけたところまでは鎖編みを編んでいきます。はい、緩めのね鎖を編んでいきます。この編み方は割とね緩く編んだ方が模様の調節がしやすいので、そんな感じにしていきます。はい、そしたら印まで鎖編みを編んでいきます。はい、印のところはねここ先ほどつけていましたので、ここまで編んでいきます。オリーブの色ですね、ここまで編んでいきます。はい、こんな感じになりますね。はい、はい、ここは別に何センチとかいう形じゃなくって、とりあえず鎖を編むっていう形でいいと思います。はい、そしたらここから1段目をね編んでいくことになります。1段目を編むんですけれど、これ今針にかかっているのが、オリーブになっているので、針にかかっているのが編み始めの色、これになるようにして針にかかっている色を調節しますね。はい、そしたら細編みを編んでいきます。入れる目ですけれど、はい、4つ目、1、2、3、4つ目の鎖ですね。ここに針を入れます。入れる目は、左の半目と裏山を私はすくいますけれど、裏山をすくうのが慣れている方は裏山でいいと思います。はい、細編みを編みます。そして鎖、はい、1目飛ばして次の目に細編みを編みます。はい、緩めに編んでいきます。はい、鎖を1編んだら下の鎖1飛ばしてその次の目に細編みです。鎖を1編んで1目飛ばして細編み、鎖を1編んで1目飛ばして細編み、鎖、はい、こんな感じで編んでいきますね。下の目を1飛ばして針を入れて細編み、こういう形で、オリーブまで編んでいきますね。これがここまでですね。ピンクから始まって次のピンクまでまた印ちょっとつけておきますね。はい、ここまで編んでいきます。はい、今の編み方を繰り返していきますね。はい、この編み方は4根編みという編み方になります。はい、そしたら、この糸の最後じゃなくってこの編む糸の色の変わりをね見ながら、はい、編んでいきます。はい、ここまで編んできました。はい、このね、印をつけたところまで編みますので、はい、あと少し進んでいきます。はい、鎖を編んで1目飛ばして、はい、こんな感じで編んできました。はい、そしたらここから、各色何目編めているかっていうのを確認していきます。最初のこのオリーブは置いておいて、このピンクから数えていきますね。はい、ピンクから細編みの数を数えていきます。1、2、3、4、5ですね。この足の部分ね、この V になったところを数えたらいいと思います。5、
そして、オリーブが123ですね。はい、そして次のブルーが12345678910、ここまでですね。はい、10ですね。そして次のオリーブが、ここがオリーブの色になってますね。123っていう風になっています。はい、今、編めている数を、はい、メモしていきます。ピンクが5、そしてオリーブが3、そしてブルーが10で、またオリーブが来ましたね。3、この繰り返しになっています。色的には3色なんですけれど、ここのオリーブがオリーブ1、オリーブ2っていう形になると思います。はい、こういう形で今ご自分が編んだ目数の方を控えておきます。はい、そしたら今編んだところまでちょっと色をね塗っていきたいと思います。はい、ブランドプーリングは、4年前に一度動画を、はい、投稿しています。その時と同じ原始的なやり方でやっていこうと思います。最初の鎖はオリーブで、ピンクが5目ですね。そしてまたオリーブが1、2、3あって、そしてブルーが、10ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、10あって、そして最後オリーブが3ありましたね。ここですね。ここちょっと点々になってるけど、はい、こういう形で今編んでいます。はい、この、細編みと細編みの間には鎖編みがこうあるんですけれど、鎖編みの方は省いています。この編み図の方にはね。はい、こういう形で今編んできました。はい、ここをよく見ると最初の目、これ立ち上がりですけれど、ここが、オリーブになっていますね。オリーブは3目なので、これが1目ですね。で2、3というふうにしますので、今現在ここ3目編めていますけれど、この目をここの次のところへ持ち上げます。はい、こうすることで、模様がねこうずれてきますので、そういう編み方をして、模様が出てくるっていう形になります。これを立ち上がりにします。ここ一目ほどいて、ここに鎖ありますね。この鎖とこれでほどきます。それを2段目の立ち上がりにします。こことここ、はい、そしてここに、鎖があるんですけれど、この鎖に細編みを編んでいきます。ここまでがオリーブの色っていう風にします。この立ち上がりとここまでをオリーブの色にします。なのでこの立ち上がりの部分ですね、ここがちょっと増える形になりますので、はい、細編みこれとこれとこれで3になるんですけれど、少しきつめに編まないとこの立ち上がりの部分がね編めなくなってしまいますので気をつけます。はい、4年前にも書きましたけれど、こちらの方はきつめにします。きつめで、ここ鎖ずっと残っているんですけれど、それはもうそのままね置いておいて、最後にほどいていったらいいと思います。はい、そしたら2段目に行きます。これが1段目です。これが2段目ですね。こちらからになります。次の色はピンクですね。1、2、3、4こと編みます。ピンクを5編んだら、次はオリーブが3ですね。1、2、3、そしてブルーが10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とここまで編みます。次はオリーブが3ですね。前段の立ち上がりのところの、鎖のスペースですね。ここに最後の目を入れます。はい、そして次立ち上がりがまたここにありますね。はい、この目、そしてこのスペース、はい、
これで3目になります。これとこれとこれで3目というふうにします。そしたら次はピンクになりますね。はい、3目編んだこの下の目を見るんですけれど、まだちょっとここでは分かりにくいですけれど、123目編んでこの下の目が次の色になっているっていうのを確認しながら編んでいきます。こちら側は細編み2目、そして鎖編み2目ですね。それと細編み1目、これで3目と数えます。なのでこの目が鎖編みなので細編みよりもちょっと小さいんですよね。なのでこちら側は緩めに編まないと糸が余ってきます。そしたら次はピンクになりますので、1、2、3、4、5とピンクですね。はい。はい、ここまで、書いていって、ビデオの方が切れてしまってましたので、ここから続きね、実際書くところは、動画撮れていませんでしたけれど、ピンクの次は、オリーブで3目、そしてブルーで12345678910と編んでいきますね。で最後は、オリーブを編むんですけれど、この目、そして立ち上がり、そして次の細編み、さらにここまで編んでいきます。この下を見て、色の変わりが来ているところまでね、ここまで編んでいきますので、細編みを123とさらに立ち上がりの鎖2目を編むっていう形になります。なので普通に3目、細編みを編んだ時よりは少しきつめに編まないとこの全部を編めなくなってきますので、気をつけるようにして編んでいきます。そしたらここまで編んでいきます。ここまで編んだものを一旦ほどきますね。細編み1目とこの鎖目もね、また鎖編むんですけれど、これも一旦ほどいて、こういう状態にします。そしたら2段目に行くために、鎖を2で立ち上がります。ちょっときつめに編みます。そしたら編み地を返して入れる目なんですけれど、ちょっと分かりにくいと思います。次入れる目がね分かりにくいと思います。この目はこの細編みの目ですね。そしてここに鎖目があります。ここに入れます。ここです。ここでなくてここに入れますね。でひっくり返すと、分かりにくくなりますので、先にねここの目に入れておいたらいいと思います。ここね。そして編み地を返します。糸を取ってきて細編み鎖と編みます。そしたら次はピンクで5目編んでいきます。入れる目はここですね。この細編みの目を割らないように気をつけて、ここから編み始めていきます。1、ゆるく編みますね。ここ2、3、4、ここですね。5と、ピンクは5目細編みを編むところになりますので、5目こういう形で編みます。でうまく編めなかったらちょっとほどいたりきつめにしたりして調節をしていきます。次はオリーブを3目編みます。入れる目はここになりますね。1、2、ここですね。3、この足のこの V ですね、 V になっているところが、同じ色になるようになるべく気をつけます。この上の鎖目のところは多少、色がこう混ざっていても大丈夫ですので、こんな感じにしていきます。次はブルーを10目編んでいきます。ここからですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
はい、もう一目編めないのでほどいてやり直します。5、6、7、8、9、あと一目ちょっとここね短くなっちゃいましたけれど、これでいきます。はい、10、はい、こんな感じですね。はい、ここからですね、12345678910ですね。はい、V の字がその色になるように気をつけます。ちょっとこちら裏向けると半分、はい、オリーブが来ていますけれど、ちょっとここはもうこのままいこうと思います。はい、そしたら次はオリーブで3目ですね。はい、入れるのはここね、最終のところ、ここ、はい、立ち上がりのこのスペースのところですね。ここに針を入れて、まず細編みを1編みます。はい、これが最後の目になりますね。立ち上がり鎖編み2目と細編み1目鎖ですね。はい、こんな感じですね。印の方をつけておきます。どちらで緩くするか、どちらできつくするかっていうのがね、だんだん編んでいくと分からなくなってきますので、はい、こちら印がついている方と、はい、鎖がある方っていう形にしていきます。はい、そしたらピンクで5目編んでいきます。今鎖を編んでいますので、入れるところはここですね。はい、ここはよくわかると思います。この V になった次のスペースのところですね。ここに針を入れて鎖を細編みを1鎖、はい、ここですね。細編み鎖、細編み鎖、細編み鎖、細編み、そして鎖。こんな感じでピンクを12345目編んできました。ピンクを5目編んで、はい、編み地の方をよく見ると、はい、編み終わってその下の、その下にある細編みですね、はい、ここが前段ですね。その前の目1段目の、はい、色がここね、オリーブになっていますね。編み終わったすぐ下の細編みがオリーブになっていますので、次はオリーブを編むっていう、はい、目印になります。はい、ここに針を入れて、細編みを編んで鎖、ここですね、細編みを編んで鎖、はい、ここは3目、はい、編むところになりますので3目細編みを編みました。はい、ここちょっとね、ピンクがかかっていますけれど、このぐらいなら、はい、よしとします。はい、今3目編んだ下を確認すると、ここね、はい、これの下、下にある、細編みがブルーになっていますので、次はブルーを編むっていう目印になります。はい、細編み鎖と、はい、10目編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。はい、ブルーを123456789まで編んできましたね。はい、あと1目になります。ここに入れて細編み鎖と編みます。はい、はい、次は、このオリーブで編んでいきますね。オリーブを、まずここに入れますね。はい、一番最後の目は、はい、この細編みの次のスペースです。ここでなくってここね、はい、ここに入れてまず細編みを編みます。はい、そして立ち上がりが鎖2、そして次に細編みを2目編まないといけないので、これだけ分で2目編めるかなっていうのをね、確認しておいて、もしちょっと難しそうだなと思ったらここの立ち上がりをちょっと小さく、はい、編みます。そして編み地を返して入れる目はここですね。ここね、はい、これが細編みの目です。でここに入れないように気をつけます。はい、ここね、ここに入れて細編みを編みます。鎖、そしてあとこれだけ残っているところで細編みを1目編みます。ここに入れて、はい、細編み鎖と編みますね。これで角のところが
ここに1つ細編み、そして立ち上がり、そして残り2つ細編みを編みました。編み図のところまでですね、ここまで編んできました。はい、次はこれの下を見るとピンクになっていますので、12345ですね。でここまで編んで下を見ると、はい、オリーブになっていますので、ここから123と、はい、編んだらその下を見たらブルーになっていますので、ここから12345678910と編みます。ここが最後10、はい、ここまで10目編んでいきます。で次は、オリーブになりますので、立ち上がり、そしてこことここまでですね。この3目、立ち上がりと細編み2目をこの1色で編むことになります。こんな感じでオリーブで3目細編みを編んできました。はい、そしたら次はピンクになりますね。はい、ここのすぐ下を見たらピンクになっていますので、次はピンクを編むっていうことが分かります。はい、鎖を1編んだらピンクを5目編んでいきます。はい、入れるのはここですね。1、2、3、4、5、はい、編み地の方を見ると12345目、はい、ピンクを編んだんですけれど、はい、だいぶ余っていますので、もう少し緩く編まないといけないっていうのが、はい、分かりますので、こんな感じでね、ちょっと調節をしないといけないところが出てくるんですけれど、その色を何目編むっていうのを、はい、確実にね、編んでいくと模様の方が綺麗になります。はい、こうして、はい、これでいけたかな。12345編みましたね。はい、その下を見たらオリーブになっていますので、次はオリーブを編むっていうことになります。はい、ここからですね、オリーブを1、2、3ですね。はい、3編んだら下の色がブルーになっていますので、ブルーを、10目編んでいきます。1、2、3、4、5で、こちらね、印がついてる方は、編み始めの方ですね、緩めに編んでいくことになりますので、ややこうね、ゆとりを持って編んでいきます。これでここからですね、12345678910と編んできました。はい、次は、オリーブで3編むことになりますね。はい、立ち上がりのこの鎖2を、はい、1目と数えていきますので、このままで次はここですね。はい、そしてここ。はい、こんな感じでちょっと緩めに編んできました。はい、3編んで下を見たらピンクになっていますので、次はピンクを5編むところになります。1、2、3、4、5ですね。はい、でこんな感じになります。はい、そして5編んだ下、ここをね、ちょっとピンクかかっていますけれど、オリーブになっていますので、オリーブを3、1、2、3、はい、こんな感じですね。オリーブを編んだ下、ここを見たら、ブルーになっていますので、ブルーを10編んでいきます。1、2、3、4、5、6、
8、9、10、はい、ここで10なんですけれど、はい、こちら側ですね、こちらは1目多く編むっていうことになりますので、10編んで立ち上がりの鎖を2目、ここまで、はい、このブルーを編むことになります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、そして立ち上がり2目を、ブルーで編んでいきます。はい、こんな感じで編んでいくんですけれど、そうすることでだんだんここにね斜めにこう、はい、ラインが入っていきますね。こう赤がよくピンクがよくね、わかるかなと思うんですけれど、こういうふうにこう寄っていきますね。はい、ここから始まりますね。オリーブが3ですね。1、2、3、ピンクが5、1、2、3、4、5、はい、5編んだ下がオリーブになっていますので、1、2、3、3ですね。はい、そして1、2、3、4、5、はい、はい、今ね5目編んできました。1、2、3、4、5ですね。で、こちら印がついている方はちょっと緩めに編んでいかないといけないので、はい、最後の目とかでね急に緩くするとどうしても端の目だけがこうぼわっとこうね緩んだ感じが目立ちますので、はい、この辺りから自然にねなるように緩く編んでいったらいいと思います。はい、次ですね。6、7、8、9、9まで編んで、そして、次の、はい、鎖までが10ですね。はい、こういう感じでしたら次もうオリーブに変わりましたので、この辺りからねだんだん、はい、緩めていったらいいと思います。ここでね急に緩めないようにした方が編み目が綺麗と思います。はい、そしたら次がこれ3ですね。1、2、3、はい、ここもちょうどね3目編めましたので、こんな感じで進めていきます。はい、そしたらちょっと長さをね出していきたいと思いますので、下のね編み地を見ながら、はい、どんどん進めていってください。ちょっと編み図の方ねこんな感じで、はい、残りの方を書いてきて、今20段まで書いてきました。でここら丸とかねいろいろ書いてるのの説明だけしておきます。3段目で見ていきますね。ピンクで12345編んだらここの目を見ますね。はい、1段目を見るという形になります。この1段目の、はい、今回でしたらここねオリーブの色が次の目になる、こういう形で目安をつけていったらいいと思います。ここね、オリーブを3編んだら次ここの下を見ます。そしたらブルーになっているので次の目はブルーを編むっていう形になります。ちょっとここ次の段が重なっているので見にくいですけれど、そしてブルーを12345678910を編んだらその下を見たら、はい、オリーブになっているので次はオリーブから始まるっていう形で、ここからここを見ます。ここへ行きますね。これの次の色がオリーブっていう形になります。でこちら側はきつめに編むところなので、これとこれとこれこれ、はい、この4目を編むという形になります。でここまで編んだら次、下を見たらピンクになっているので次はピンクから編むっていう形で、下の細編みの、色をね見ながらずっと編んでいっていただけたらと思います。でここのところねちょっと糸がたくさん余るようでしたらここらで調節したらいいかなと思ってこんな風に書いたんですけれど、はい、
こちら側はちょっと緩めに編まないといけないので、急にここらで、目を緩めると編み地の方がぼわっとね広がってきますので、この辺りの少し離れたところから、緩めにね編んでいったらうまくね色が調節できると思いますので、立ち上がりのところでわざわざもう調節しなくていいかなと思います。こういう風にね書きましたけど、ここをねこう2目こう引き上げるっていう形にしようかなと思ってたんですけれど、そういうことをねしなくてもいい感じなので、これはここのところはね消しておきます。そしたらこんな感じで、編み図の方は、最後に貼っておきますので、それを確認して、そして、ご自身の、編み目をね確認しながら、長さの方を出していってください。そうしましたらこんな感じでね編んできました。これでね1玉編んできました。長さの方ですけれど、横幅が約20センチ編めています。そして、長さの方ですけれど、こんな感じで52センチぐらい編めていますね。マフラーにするには3玉ぐらい必要かなと思います。そしたらここで糸がなくなりましたので、糸換えの方法をね、やっていきたいと思います。今このオリーブ色を編んで、次がブルーになってますね。でブルーで終わっているんですけれど、このオリーブの終わったところね、ここから変えていこうと思います。新しい糸を取りますね。ちょうどこういう形で、終わっていますので、こことここがこう合えばいいのかなと思います。なのでオリーブを3目まず編んでいきますね。1、2、最後ここで変えますね。糸を引っ掛けた状態にして、こんな感じで次の糸に、変わりました。ここからブルーで編んでいきます。鎖を1で1、2、3、4、裏向けて C ですね。そして次入れるのがここね、5、6、7、8、9、10、こちらは11編むところになりますので、ここまでいきますね。こんな感じになりますね。でこちら糸端の方は後から、とじ針の方でね始末していきます。そしたらこんな感じで2玉目を編んでいきます。2玉編んだところでまたビデオを回していきます。そうしましたらこんな感じで編んできました。2玉編んでこんな風になります。最後のところですね、ここね糸がこれだけになっていますので、もう一段は編めないので、ここでもうカットしようと思います。最後のね縁編みはもうしなくてもねこのままでいいと思います。最初鎖編みに細編みを編みつけていますね。それと同じような編み地で終わっていますので、これでいけると思います。そしたらこれで糸始末をしていきます。糸始末分だけ残して糸をカットして、同じ色のところに糸をくぐらせて糸始末をしたらいいと思います。これをピンクになっていますので、ピンクのところへ渡していきます。こんな感じですね。こんな感じで適当に糸をくぐらせていきます。端のところをねくるくる巻いていたらいいかなと思います。少しいったら返し縫いをするような感じで戻っておきます。で糸をカットしておきますね。それから途中糸をつないだところがこれありますね。こちらの方も糸始末をしておきます。
同じようにして糸始末をします。編み始めなんですけれど、ここね鎖編みがたくさん残っていたと思います。でこちらの方はちょっと前の動画で鎖編みを編み始めのところからほどくっていう動画を、撮影した時にここのところをねほどいて、もう糸端が残った状態になっていましたので、あとはくぐらせてね糸始末をしました。そちらの動画もよかったら見てください。こんな感じで出来上がりですね。でここね印絵の今まだ撮ってないんですけれど、編み始め側の方ですね、そちらの方にずっと印をこう上にね付け替えながら、やっていきました。だんだんねどちらが、編み始めで、どちらが鎖がある方っていうのがねこう丈が長くなっていくと分からなくなってきますので、印をつけながら編んでいったらいいと思います。そして最初の長さですけれど、糸替えの時に測ったのが、52センチ1玉でね約52センチ編めていましたので、その倍ぐらいになっています。1メーター4、5センチという形になっています。3玉ぐらい編もうかなと思ったんですけれど、ちょっと買いに行くね、時間もなかったのと、2玉でも、こう首に巻いて一つ結ぶことができますので、こういう感じですね。こういう風に結べるので、ミニマフラーっていう形で2玉でもいいかなと思いましたので、2玉で、完成ということにさせていただきます。こんな感じですね。このプランドプーリングを編むのはヨネ編みという編み方なんですけれど、そのヨネ編みを編む時の、注意点っていうんですかね、気をつけることをちょっと言っておきます。針の入れるところさえね間違わないようにしたらいいと思います。裏を向けて編んでいくので入れる目がねちょっと分かりにくく、なると思います。なのでこれがこっち側を見て編むことになりますね。次編む時はこっちになりますので、この細編みがこうできていますね。これの、こちらここに入れるのを間違えないようにしたら大丈夫だと思います。ここへねどうしても入れそうになったり、向こうのここですね、この目に入れそうになったりするんですけれど、よく編み地を見てここに鎖編みがありますので、その下のスペースのところですね、ここへ入れるのを間違わないようにしたら、編み方の方は、大丈夫ですね。あとはその各色を、きちんとその目数を編むっていうことをね、意識をして編んでいってもらったらと思います。両端の方がね調整しなければいけないんですけれど、こうねずっと編んでいって、こちら側をきつめにする、でこちら側は緩めにするっていうのをずっと守りながらになりますので、若干こちらがこう緩いかなっていう感じがしますね。首に巻いたりする分にはねそれでいいかなと思います。こんな感じで斜めに模様が綺麗に入っていると思います。4年前にねブランドプーリングを編もうと思った時はなかなか糸がね見つからなかったんですね。浜中さんのピッコロっていうね、糸があるんですけれど、その中の何色かが、適していたっていう感じでしたね。今回ダイソーさんで売られている、リサイクルポリエステル系統ですね。これはちょっと違う色ですけれど、こちらの方の、このオリーブっていう色番ですね。これを編んでみたら、模様がね綺麗に出ましたので、今回動画にしてみました。これもどうかなと思うんですけどね、細かく色が分かれているので、どんな感じか分かんないんですけれど、やれなくもないかな。どうだろうね、やってないので分かんないんですけどね、よかったらお手元にねいろんな色あったら挑戦してみてください。今回は、4年前にね動画投稿していたプランドプーリング、たまたまねなんかおすすめみたいな感じで昔の動画が流れてきたので、懐かしく思ってみたんですね。そしたら、編みたくなったので、挑戦してみました。ちょうどね適した糸があってよかったなと思います。よかったら参考にして編んでみてください。ありがとうございました。